2023年世界トップレベルのアスリートパイロットたちによって立ち上がった新しいエアレースシリーズエアレース X。 その序章となる昨年10月に初開催された渋谷デジタルラウンド。リアルと XR が融合したこれまでにない全く新しいモータースポーツに多くの人が心を奪われた。そして本日エアレース X のシリーズが本格的に幕を開ける。昨年ウィナー吉室谷に対してマーティンソンかマットホールなどの強力なライバルたちがどのようにアップデートをしてきているのか。2024年は全3戦のシリーズとなります。各レースでの勝敗に加え年間ポイントでシリーズウィナーが決定することになり、各レースでの戦略性が高まります。シリーズを占う開幕戦での各チームのパフォーマンスに注目です。このレースは各チームが世界中の拠点でタイムアタックに参加。高度な飛行データを独自の開発システムで計測・解析。空間レイヤープラットフォームスタイリーの最新 XR 技術で好きな場所に街ごとジオラマを出現させたり、世界のあらゆる場所でレースを再現し楽しむことができます。レース1のトラックは800メートルのストレートラインに5カ所のパイロン11ゲートで構成される。スタート後はスラロームセクション。スピードを落とさずにリズミカルに進むことがポイント。そしてゲート5へ左へ大きく横旋回し大きく折り返す。ゲート7はハイターンが規定され500フィート以上の上昇が必要。エアレース X の特徴ともいえるバーチカルローリングマニューバーのゲート10へ700フィート以上の高度へ上昇し315度以上ロールしフィニッシュゲートへ帰っていきます。想定ラップは48から49秒。距離が短いトラックレイアウトのため一つのミスが勝敗を大きく左右することになります。それでは予選の結果を見てみたいと思います。トップタイムを弾き出したのは吉室谷。タイムは 47.646 秒。2位はコンマ7秒差でマットホール。3位はコンマ3秒差でマーティンソンか。以降の順位はこちらの通りです。トップから8位までのタイムは約 2.3 秒という接戦。予選トップ3には予選ポイントが与えられます。予選の順位はこのようになりましたが、やはり各チームコースの攻め方が大きく異なっているようでした。 So let's take a look back at the qualifying。 さあまずは各パイロットスタートゲートからゲート5までリズミカルにコースを進んでいきます。ここまで大きな差はないですが、まず予選第1ポイント。損化が少し膨らんだように見えましたが、まずはマットホールが先行して美しいラインで今先行していきます。さあそしてゲート8ゲート9を通過し今大会最大の見せ場でありますVertical Rolling Maneuver。 まずはマットホール。いやしかしそれぞれが異なるラインでアプローチをするようだ。先頭を行くのは吉室谷。さあ果たしてこのまま室谷がスタートゲート通過時の速度制限は200ノット。201ノットを超えると1秒のタイムペナルティが加算。203ノットを超えると失格。視認性を高めるため視聴イメージとしてデジタルパイロンを用いています。機体の中心がパイロン外を通過するとパイロンヒットと判定。3秒のペナルティ。規定高度外を通過した場合2秒のペナルティタイムが加算されます。
定を超えた角度でパイロンを通過した場合、2秒のペナルティタイムが加算されます。飛行時の機体にかかる G は 12G を上限として 0.1G でも超えた時点で失格となります。予選結果から決勝トーナメントの組み合わせは次の通りです。クォーターファイナルは4つのヒート、予選上位と下位によるマッチアップ。2024シリーズの開幕戦、昨年の上位チームが実力通りに予選上位に顔を揃えています。ヒート A では堅実でクレバーなフライトをするスパニッシュパイロット、チームベラルデ、ファン・ベラルデとレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2018チャンピオン、レッドブルチームソンカ、マーティン・ソンカの対戦。安定したレース運びをする両者の対戦は飛行技術とレース戦略に注目です。昨年から実力を上げて予選4位となったチーム77、パトリック・デイビッドソンと今年デビューの女性パイロット、ビヨンド・グラビティ、エマ・マクドナルド。ルーキー同士がヒート B で対戦します。ヒート C では波に乗るとその強さを発揮するコプシュタインレーシング、ペトル・コプシュタインに対するは卓越した操縦技術が光るレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2019チャンピオン、マットホールレーシング、マットホール。クォーターファイナル最後のヒート D には11歳から飛行訓練を受け、その天性の操縦能力を持つイレブンレーシングのミカ・ブラジョー、アジア人唯一のエアレースパイロット、レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ2017チャンピオン、レクサスパスファインダーエアレーシング吉室谷の対戦が実現します。僅差での戦いが予想される決勝トーナメント、これまでの実力通りのチームが勝ち上がるのか、新たなチームがその一角を崩すのか、シリーズを占う開幕戦、どのカードにも注目です。エアレース X は世界各地のチームの拠点でフライトをするため公平性を保つ特別なシステムを採用しています。ハンディキャップシステムは各拠点の標高やフライト時の気象、気圧などを独自のアルゴリズムでタイム換算し数値化。各アタックフライトにハンディキャップタイムとして実際の飛行タイムに加えることで同一条件に近い環境でのタイムバトルを実現しています。AirRace X 2024 Series Quarter Final。 世界各地でのリモートバトルがいよいよスタートします。 Quarter Final Heat A。 Martin Schonka, Czech Republic。 I like the track a little better compared to the last year, as we have one gate more, so we have to maneuver much more. The pull-ups will be always challenging. Definitely the vertical one with the roll, that's probably the most challenging, as we are limited a little bit by the rules. We cannot see the gate just below us when we are pulling into the vertical. So this is something very challenging. But I love the track. It was great to fly the track. Juan Velarde, Spain。 I think it was a really true competition because the differences between pilots were minimum, and as in a real
time race, and I was very satisfied with the result. いよいよシーズンが開幕しました。2024年シーズン。さあこちらヒート A のバトルカードです。それぞれのハンディキャップポイントの差はコンマ291秒。つまりソンかそれだけリードしてフィニッシュしないと次に進むことができません。さあいよいよスタートです。まずスタートゲート、ファンベラルで 200.6 ノット、ペナルティギリギリの数字です。さあこちらはゲート5。ソンガが高いコースを取りましたね。スピードをつけて追いつけるかな。さあこちらがゲート7。2機とも同じようなラインでハイターンをクリアしました。さあここがゲート10、バーティカルローリングマニューバー。先にベラルデがゲートに進入して、さあどうかな、追いつけるかな。ソンカが後から行きますよ。さあ一気にフィニッシュ。フィニッシュとなりました。追い上げていくソンカだったんですが、ベラルデが 1.5 秒の差を守ってフィニッシュとなりました。この笑顔、お喜びです。2人ともノーペナルティでのフィニッシュとなりました。さあ結果フィニッシュタイム見ていきましょう。見事ファンベラルデ勝利、セミファイナルへ進出です。フィニッシュタイムご覧の通りです。スペインファンベラルデ 48.086 秒、そしてチェコマルティン・ソンカー 49.910 秒。さあ大力さん、ちょっと詳しく見ていきましょう。さあまず最初の S 字コーナーです。どちらも200ノットの高速で入ってきました。スラロームはどちらも綺麗ですね。さあそしてここからが、水平方向のターンゲート5になりますが、ソンカが高いルートを取りました。高く上がると速度が落ちて急に回ることができるんですが、その分急降下でまた速度が上がってきます。さあここからはハイターンゲート7。結構 G もかかりやすいようなとこですよね。そうですね、前のターンで速度のついているソンカがここで差を詰められるかというようなところが見どころです。この後は折り返してゲート8、ゲート9を通過し、 ARSX ならではのゲート10 VRM に入ってくるんですが、ここで結構タイム差もついてますからね。はい、VRM バーチカルローリングマニューバーというんですけれども、垂直に上昇しながら横に回転して高度700フィートまで上がったところから一気に次のゲートへ降りてきます。登っている最中も横から風を受けるので正確にターンをして次のゲートへ向かう、そこで大きなタイムの差がついてしまう大きな技になっています。ファンベラルではこうまっすぐロールを変えながら上昇してこうね、行きましたけれども、ソンカはフィニッシングゲート最短のラインで進んできました。はい、なんとかソンカ追いつきたいところだったんですが、タイム差を詰めることができずファンの勝利となりましたね。はい、ヒート A はファンベラルデ、次の準決勝へと駒を進めました。 Quarterfinal Heat B. Patrick Davidson, South Africa. It's pretty tight on the first lap, if that's the best way of explaining it. So you really have to be on your numbers to get the first lap correct. And then, to be honest with you, the first sort of lap running through all the pylons up to E, it dictates how the rest of the lap's going to go. So yeah, it requires a lot of attention, a lot of planning. The wind plays a big factor as well. But I'm quite keen to give it a go. Emma McDonald, Australia. I haven't physically raced through pylons before, so not having pylons or having pylons, I haven't had an advantage or disadvantage in that way. So it's all new regardless for me. Obviously, it's the first official track that I've run, so I'm gonna like it regardless. But the particular section I love the most is the chicane sort of part from the first gates, like what you could call the first lap of the track. That's probably my favourite one because it's really, really rhythmic. So it's sort of like
like you're doing a dance. So it's like music tune as you're going through the chicane. さあルーキー対決となりますバトルカード、こちらそれぞれのハンディキャップポイント差はコンマ645秒。エマはそれだけリードを保ってフィニッシュできるんでしょうか。コンマ645秒。それでは見ていきましょう。スタートです。さあゲート全く異なるアングルで入ってきました。 S 字コーナー、そこからゲート5。綺麗な旋回ですね。さあこの折り返しがゲート7のハイターン。ここで少し差がついてきましたね。結構急激に G がかかっている感じがしますが、さあそしてゲート9を超えるとここはゲート 10VRM。 少しの差ですがどうなるでしょう。エマはこうまっすぐに来ましたね。パトリックカーブをちょっと描いてそのままフィニッシュです。どちらもルーキーですけど見事なコースですね。ちょっと表情からはねまだどうなのかわからないというような雰囲気が取れますが、さあそれでは先行してフィニッシュしたのはエマだったんですが、ハンディキャップタイム微妙だったような感じですね。最終タイム南アフリカパトリック・デイビッドソン 48.092 秒、オーストラリアのエマ・マクドナルド 48.300、 ともにノーペナルティです。パトリックが勝利してセミファイナル進出となります。詳しく見ていきましょう。さあまずはゲート1、全く異なるアングルで入ってます。はい、その分少しだけパトリックの方がきついコースになっているようにも見えますが、それほど大きな差にはなってないですね。このままゲート5、水平方向のターンです。はい、ここでもあまり大きな違いはないです。ほとんど同じようなコースを取って旋回に入っています。綺麗にこう真横にねターンしてますね。そうですね、綺麗ですね。ここでも差はほとんどついていません。さあこの後がいよいよゲート7ハイターンになります。ここでパトリックの方が若干きついターンをしているようです。ここで旋回のためにエネルギーのロスをしてしまって速度が落ちています。その分ここで差がついてしまいました。さあこの後ゲート10、パトリックがエマに少し遅れを取って VRM に入りましたね。 VRM 自体はどちらもうまくきれいにできているんですが、この後ハンディキャップの差で遅れたはずのパトリックがエマに勝利した形になっています。これはハンディキャップの差がついた格好ですね。飛行場の温度の差が大きく違っていたためにハンディキャップが 0.6 秒の差がついていました。実際の飛行タイム本当に僅差という勝負だったんですが、見事パトリック・デイビッドソン準決勝に進出となりました。 Take 2, take 3. How did you do that? Haha! ありがとうございます。Very good. 陽気でクールなフレンチパイロットミカ・ブラジョー。11歳の時空の世界と出会い、それ以来空と共に生きてきた彼にとって2019年のエアレース終了は心に大きな空洞を残した。そして2023年彼は一通のメールを受け取ることになる。 I mean, when I got the email and the call for the Air Race X organization coming up with the projects of real and virtual racing was something really exciting, because we were sitting in the hangar with the race plane ready and finally something showed up. So yeah, you know, we are passionate about flying, racing, and as soon as we can put everything into a performance thing, it's all in. So yeah, we were super happy. エアレース X が
リアルなコンペティションの世界で生きてきたパイロットたちに求めたものは何だったのか。Air Race X is a different concept from what we knew before, what we were doing before, with physically pylons in the track. We had to readapt ourselves to change our mindsets and fly with markers on the ground. But it's a different visualization because you have different objects on ground, not obstacles, but you have still to be precise on your path, fast on your lines, and make everything like normal without the pylons. But at the end, when you pass this finish gate and you get your instant results of what you've been doing in the track, it's like, okay, I was racing, and then run after run, it becomes like normal at the end of the flying session. So Air Race X is an air race. エアレース X に参戦するのは卓越した空間認識能力を誇る世界のトップパイロットたち。リアルとバーチャルの融合フォーマットではあるが、そこには本物のトップアスリートとそれを支えるチーム、そしてハイパフォーマンスを発揮する本物のレースマシーンが存在している。リアルスポーツの確かな骨格があり、それを時空を超えてエキサイティングに見せる仕組みがエアレース X の魅力になっている。We are on the way of this with a really efficient but simple system that works pretty well in a track. So yeah, I think the future will be there to join everyone and make again the racing atmosphere and spirit back together on the same side, racing against the clock. Everyone aiming at the same goal, on the same side, you get the full experience and excitement of the sport. 再びレーシングスピリットに火がついたフレンチパイロットは、あのキリキリするようなコンペティションの空気感を今エアレース X でのフライトで存分に楽しんでいた。 Provide them the best of the race for them to feel the race atmosphere. We are doing our best. We are flying fast, as clean as we can, to provide the best timings, and then we just have to make them feel like they are with us. And if we can share everything together worldwide, pilots, spectators, fans, teams, everyone, that would be like something amazing. Quarterfinal Heat C. Petra Kopstein, Czech Republic. Yeah, we had a lot of work on the airplane. So yeah, just preparing for the season. There's a kind of a chicane which was missing last year. But I like this track more than last year, I would say. The first turn that you're returning back from, I think it's gate 5 to 6. With the winds we have right now, it's kind of tricky also, but that's my favorite. Matt Hall, Australia. Been growing the team, so that the team's getting bigger, and obviously we've got more involvement in air race this year from Emma's her own independent team, but obviously part of our team moving forwards. それではヒート C のバトルカードを見ていきましょう。それぞれハンディキャップポイントの差はコンマ599秒、マット 0.6 秒リードしてフィニッシュしなくてはいけません。さあそれではいよいよスタートです。さあ今ゲート入りました。どちらも200ノットぴったりのスタートですね。最筋コーナー、ゲート2、ゲート3、ゲート4、そこからゲート5、水平方向のターンですが、ここで大きな差がついてしまいましたね。ですね。こちらがコペシュタインが大きくタイムをロスして、今ここがゲート7のハイターンに入ってきました。ここでペナルティがついてしまいましたね、コプシュタイン。ペナルティは2秒プラスされます。 VRM 綺麗に入りましたが差が大きくついています。マットフォールの VRM 美しいですね。さあそしてそのまま一気にフィニッシュです。
この角度から見るのもなかなか新鮮でかっこいいですね。ね、そうですよ。マットがこう4秒近く差をつけて圧勝というタイムでフィニッシュを迎えました。やっぱりスムーズなフライト見せてくれましたね。素晴らしいですね、マットホール。さあ、それではフィニッシュタイム表示されました。まずはチェコペトル・コプシュタイン、2秒のインコレクトハイターンでペナルティが追加されました。51秒536。マットホールオーストラリア、圧倒的なリードでフィニッシュとなり46秒018秒。マットホール勝利しセミファイナル進出です。ここまでの記録は48秒台ですからね、いきなり46秒台というのはものすごいスーパータイムですね。さあ、そんなレースをちょっと振り返っていきましょう。まず入りのアングル結構違いますよね。角度は少し違いますが、速度はどちらも200ノットぴったりということで、この辺りではあまり大きな差がついていませんね。さあ、そして S 字コーナー。コーナーでもほとんど差がありません。ここから時間が大きく差がついてしまいました。もしかするとですけれど、風が違っていたのかもしれません。コプシュタイン強い風の中を飛んでいたのかもしれない。ゲート6でも2秒ね差が出てましたもんね。ずいぶん大きな差がついてしまいました。コースがだいぶ違います。そしてここがペナルティが出てしまったハイターンのゲート7です。はい、ペナルティがついてしまいました。ここのターンでは500フィートの高さまで上がらなければいけないんですけど、コプシュタイン500フィートまで届いていなかったようです。これがインコレクトハイターンということでペナルティが加算されました。さあ、そのまま VRM、 はい、どちらも綺麗に入っていきますが、さすがにこの差は詰めようがありません。コプシュタインが後から入ってきました。本当に流れるようなバーチカルローリングマニューバー、マットホールが見せてくれますよね。はい、もうこのバーティカルローリングマニューバーこそエアレース X の一番の見どころだと思いますが、本当に綺麗に入ってきました。全くこうスタートから速度を落とさない、そんなスムーズなフライトを見せてくれたマットホール、勝利してセミファイナル進出です。Quarterfinal Heat D, Yoshimuroya, Japan. We are racing remotely, so it's a different, environment we are racing. But as a pilot, I feel really the same as before. We are gathering together and do the racing in one place. The environment is different, but as a pilot point of view, it's very same. So I hope all the pilot feel that racing, feeling and the competition, hard competition, but it's really fun competition for everybody. Mika Brajo, France. The goal is to be the best of myself, and we see what it gives us on the timesheets and results. We are all racing against the clock, and even if we are remotely positioned all around the world, we are all aiming to be fast in the track with the electronic system on board and make the results. それではヒート D バトルカードこちらです。ハンディキャップポイントの差はコンマ217秒、女子は 0.217 秒の差を持ってフィニッシュが求められます。さあ、それではヒート D いよいよスタートです。さあ、今ゲートインとなりました。スピードに乗ったいいスタートですね。はい、その後もぴったり重なるように見えていますけれども、実際には別に飛んでいるはずなんですが、本当に一緒に飛んでいるように見えますね。すごいですよね。戦略が似てるってことだと思うんですけれども、ここまでぴったりとくっついてるとなんかこうヒヤヒヤしてしまいますが、そうですね、ぶつかりそうに見えますね。実際には違うところでね飛んでますからね。さあ、そしてここがハイターン。ここでも差はほとんどありません。上下に重なってますね。ほんと僅差で今ゲート9を抜けてゲート10の VRM です。 VRM までほとんど同時ですが、ヨシがほんの少し早く VRM を終えました。
かなり差が出ましたねここで。はい、この差がこんなに大きくついちゃうんですね。さらに速度の差もあるかもしれません。ゲート11フィニッシュ、さっきまであれだけ僅差だったのが嘘のようなフィニッシュになりました。フィニッシュゲートまでの戻りの速度が少し速かった結果、ヨシが勝利となっています。さあ最終的なフィニッシュタイムを待ちましょう。ジャパン吉室谷のペナルティ 48.200 秒、そしてミカ・ブラジョフランス、こちらものペナルティ 49.154 秒となりました。いやこれはもうかなりの僅差だったんですけれども、もう最後まで気が抜けないというのがすごく分かりましたね。見事よしセミファイナル進出です。さあ最初スタート2機ともスピードに乗ったいいスタートですね。ほとんどぴったり重なっているかのように、しかも動きもほとんど同時で、まるで編隊飛行してるみたいですね。本当ですね実際にはね違うところで飛んでいるものを合わせてこうやって見ていただいてるんですけれども、ここで少しだけコースの違いが出ます。はい、ゲート5です。ミカの方が内側を回っているんですけれども、結果としてタイムの差はあまりついていないようです。また合流してぴったりとくっついてしまいます。ここがゲート7のハイターンになります。ハイターンも少し風の違いなどあると思うんですが、左右にコースが分かれますが、時間はほとんど同じで、またぴったりとくっついてきます。これまでの対戦でここまでぴったりとこう飛び方が重なっているのはなかったですよね。ここでも差はありません。本当に僅差、大接戦です。ゲート8では1000分の1秒まで一緒だったというね、そんなタイムが出ていますが、さあここでゲート10 VRM 登り切ったところで大きな差がつきます。吉の方が少し急に落とすような形、おそらくはスピードが落ちたところで失速気味のターンをしているのではないかと思いますが、一気に下って速度をつけてきました。少しだけゲートに戻ってくる角度がヨシは良かったのかなという印象かもしれませんね。いやでも本当に、予選では1位と8位のタイムで、この、準々決勝に進出しているんですけれども、やはりヨシやってくれましたね。見事ヨシが勝利ということで準決勝進出が決定しました。Well, my father was an airline pilot. I'm very passionate about sports aviation and general aviation as well. So since I was a kid, it was clear to me that I wanted to fly. スペインを活動拠点にするティーム・ヴェラーデ。ファン・ヴェラーデはエアレーサーでもあり、エアラインパイロットでもある。彼にとってエアレース X のチャレンジングな取り組みと革新的なレースフォーマットは、これまでの常識を飛び越え、自らの能力を拡張する存在となっている。Yeah, for me it was the most surprising of it. I think the investment in technology that is behind this project is amazing. And finally, as I said, the differences between pilots are tenths of a second, maybe hundreds of a second sometimes, like in a real race. So the technology involved is amazing. An air race pilot, I focus in taking attention to every detail involved in racing. So my flying technique, the flight analysis, which is really important, and also the teamwork. I think those are, I would say, those are my strengths and the team strengths. Yeah, for me, air racing is the maximum expression of flying technique. So you really have to do your best. You have to put everything you have in order to navigate that track as fast as possible, and every detail is important. So you have to be at your 120% every time, and that's what I love about it. Yeah, it's very demanding, but also very rewarding. ファン・ヴェラーデイにとって空を飛ぶことやエアレース X に参戦することにはどんな意味があるのだろうか。そしてそのために彼はどのような意識で操縦桿を握っているのだろうか。Flying without real pilots, it makes our life more difficult. So the flying technique as well is a little bit different because it's easier to come into the gates with what we call bank, leaning the wing of the airplane to see the marks in the ground.
we don't see the pylons, but we know where the marks are, and we have to look for them. And still, the reaction is really quick because we have to change the direction of the airplane every 2 seconds. So it's just 200 meters apart. We are getting used to this type of flying, and at least in the few flights I've done so far, I've been feeling much more comfortable than in the first edition. So I'm pretty sure the audience could see that difference because we're flying faster, we're doing better flights. So probably the competitiveness of this competition is going to grow up and go and get higher and higher. チームタクティシャンのミゲルはこう続けた。フライトのこうした高精度のデータ解析は次のフライトの改善に役立つだけではありません。かつては補足できていなかった詳細なデータは新たな戦い方やそのための機体開発などチームとしての進化に大きな力をもたらしています。世界のトップパイロットの経験や予測能力、トップチームのデータ解析力をもってすれば見えないパイロンすら見えてくる。ARSX のフォーマットは最高峰のパイロットたちにさらなる能力拡張を促し、その可能性を広げているのかもしれない。そしてもちろんその翼を支えるチームワークにもかつてない進化をもたらしている。 AirRaceX 2024 Series Semi-Final。 実力者のヨシ、ミカ、ファンに対してルーキーデビッドソンがどのような戦いをするのか。 Semi-Final Heat A。 スーパータイムを出しているマットに対してどのように挑むのか。それではここでバトルカードを見ていきましょう。それぞれのハンディキャップポイントの差はコンマ621秒、コンマ6秒は飛行速度で60メートルくらいの差になります。マットはその差を持ってのフィニッシュができればファイナルへと駒を進めます。さあ先ほどは46秒台出してますからね。マットホール、さあスタートです。ほとんど同じタイムでゲート入りしました。そして SG、今回も本当にぴったり同じようなコースを飛んでいますね。本当ですね。さあそしてゲート5水平方向のターンですが少しずつ差がついてきましたね。そしてこちらがハイターン、大きく開きましたがおそらく風の違いだと思います。ぴったりと次のゲートに合わせてきました。はい、ちょっとコース取りが変わりました。さあそしてゲート10の VRM の回転方向は右でも左でもいいことになっています。見てるとこうかなり違うね感じで飛んでるように見えるんですけれども、さあそして綺麗にラッホーゲートに戻ってきましたが、おそらく今回も46秒台を叩き出しているんじゃないかという、そんな数字がフィニッシュゲートで見られました。さあ実際にはどんな結果になっているのか、フィニッシュタイムの表示を待ちましょう。さあ出ました。スペインファン・ベラルデ、ノーペナルティで 48.014 秒。そしてオーストラリアマットホール、こちらもノーペナルティ 46.701 秒ということで46秒台またまた出ましたね。マットホール2回連続で46秒台ですね。とってもねファンベラルデも攻めました。クリーンな試合だったんですが、マットの46秒台驚きです。それではただいまのレース振り返っていきましょう。さあまずはエントリースピードほぼ同じでゲートにしました。このフライトもまるで編隊飛行しているようにシンクロして飛んでいますね。この SG スラロームちょっとファンが引き離されるんですよね。ほんの少しだけマットがリードしていますね。そしてゲート5、このターンもファンが少し大回りをしていますが徐々に差がついているという程度です。ちょっとこの辺りコース取りが変わりましてゲート7のハイターンへと入っていきます。ゲート7両者大きく開いたコースを取りますがおそらくは風の違いだと思います。ターンをし終わったところでぴったりゲートに入るように両方とも調整してきました。
同じ戦略でも風でこれだけ差がやっぱり出るものなんですね。そうですね、これが実際に飛んでいる AirRace X の醍醐味というところですね。さあそして VRM、 ここでもタイミングの違いはほとんどありませんが、一番上でほんの少しの違いが差になってしまいます。ファンの方が回すのが若干遅くなってしまいましたが、 VRM のてっぺんでは速度が落ちているので回すのにも時間がかかってしまいます。ここの時間差が大きな差になって最後のタイムに響いてしまいました。今回も VRM で差がつくようなフライトになってしまいました。さあマットが驚異の46秒台をまたここでも出して、早いタイムでフィニッシュ、決勝への進出となりました。Semi-final, Heat B. 上昇チームとしてルーキーの勢いを跳ねのけることができるのか。ルーキーデビッドソン、昨年ウィナー吉野高い壁を突破できるのか。それではここでバトルカードです。それぞれのハンディキャップポイントの差はコンマ241秒。ヨシはコンマ241秒以上の差をつけて年間チャンピオンへの道をつなげることができるんでしょうか。セミファイナルヒット B、 いよいよスタートです。さあゲートに入ってきました。 S 字コーナー、お互い同じラインで重なり合うように進んでます。パトリックまだ2回目の出場なんですけれども、ヨシに全く引けを取ってませんね。さあそしてここでゲート7、入りはいいですね。ぴったりと同じような速度で同じコースを飛んできています。ルーキーであるパトリックですが、かなり追いついてますねヨシに。そしてここでゲート10、ちょっとここでパトリックがコースを外れたような形になってしまいました。さあフィニッシュしました。ヨシは最高度から直線的に加速しましたね。最後の VRM からフィニッシュまでのコースの違いで1秒ぐらいのタイム差になったんじゃないかと思いますが、展開としては互角でした。ルーキーもう本当に健闘ということで、もちろんね勝ちたかったと思いますけれども、48秒台ですから、ルーキーとしては本当に頑張った素晴らしいタイムだったと思います。そうですね。それではこの後フィニッシュタイムが出ます。お待ちください。ジャパン吉室谷 47.569 秒ノーペナルティ。そして南アフリカパトリック・デイビスソン 48秒384 ノーペナルティということで、吉が決勝に駒を進めてマットホールとの決勝ファイナル対決となります。さあそれでは先ほどのレース振り返って詳しく見ていきましょう。さあゲートインから SG ゲート2、3、4と同じラインでね重なり合うように飛行しています。ジオラマを使っていろいろとレビューできるのはいいですよね。AirRaceならではです。方向も変えてみることができるようになっているので、見やすい角度から確認することができて面白いと思います。そしてゲート5、吉の方が若干高めのコースを取っていますが、大きな差にはなっていません。はい、今回もピタッと変態飛行しているようなフライトですね。綺麗にゲート7に一緒に入っていきますね。ぴったり重なっていますね。さあそして入りも綺麗です。ハイターンも綺麗に揃っています。本当に変態飛行しているようですね。なんかショーを見てるみたいですよね。そうですね。この時点では本当に差が小さくて、どっちが勝ってもおかしくないというタイムになってますね。さあ最後にゲート10 VRM、 ここで登り切ったところで大きな差がついてしまいます。吉の方がすぐにこうやって平らに翼を向けることができるんですが、パトリックは少し横を向いた状態で飛んでいます。流されたのかもしれません。ここで大きくロスをしてしまいました。はい、ヨシはそのまま
直線的に加速してゲート11フィニッシュとなりました。いやもう本当に最後の最後のコースの違いで1秒ぐらいのタイム差になりました。もう展開としてはね互角だったと思います。さあいよいよ決勝はマット・ホールそして吉室谷との対決となりました。吉室谷、2023年に開幕したエアレース X、 渋谷を舞台に繰り広げられたレースで初代チャンピオンのトロフィーを手にした。予選タイム見て分かる通り本当に僅差なので、いろんな駆け引きが各チームあるし、我々ももちろん考えている、かなり期待多分いじって速くなってきてるみたいなので、ここら辺すごくね気が抜けない感じになってきてますね。2024年は各チームも新フォーマットに適用し、より接戦となることが予想される。レースの技術チームが今も入っていてバックアップをしてくれているので、レースとしては結構アドバンテージを持って進められてるんじゃないかなと思ってます。早く飛ぶための改善点はいくらでもある。チームは機体の改良と作戦のアップデートに余念がなかった。まず最初にやはり万全を期してますが、正直なところ最初はドキドキ、もう緊張でしかないですね。タイムというよりかは無事に戻ってきてほしいと。今までやってきたことが良かったのかどうかっていう心配が一気に込み上げてくるんですけど、エアレースは一人では戦えない。見えないパイロンとそこにいないライバルを相手に、空と地上が一つになって1000分の1秒を削り取っていく。ダントツで1位になってくれといつも願いながら見てます。迫力がね、音がすごい良かった、かっこよかったです。空の F1 ですね。毎日ね多くの人が遊びに来てくれて見てくれたんでとても良かったと思います。はい、レース楽しんでもらえたらいいですね。最後一押しいただいて勝ちに行きたいなと思います。Air Race X 2024 Series Final。マット・ホールと吉室谷、2024レース1の勝者がついに決定します。さあ最後のレースバトルカードです。それぞれのハンディキャップポイントの差はコンマ411秒。マットはコンマ411秒以上の差をつけることができれば優勝となります。いやマット・ホール対吉室谷というねすごいファイナルになりました。いよいよゲートインとなりました。 S 字に入ってきます。あれここで吉にペナルティーがついちゃいましたね。つきましたね。さあそして2つ目のペナルティーです。ゲート5でもペナルティーが入りました。マットは問題なく綺麗なコースを決めてきています。さあこの後はハイターンのゲート7、綺麗に戻ってきました。なかなかゲート8、9も吉の機体が安定しませんね。そしてそこから VRM 綺麗に回してきて、おっと吉がどっかおかしな方向へ行ってしまった。マット・ホールは美しいロールを描いてフィニッシュとなりました。マット・ホール安定のフライトですね。いやマット・ホール安定した飛行ということで47秒台が出ました。見事これはマット・ホール優勝獲得ということで、
オーストラリアのマット・ホールがこのファイナルを制しました。さあこの後詳しいフィニッシュタイムちょっと待ちたいと思いますが、その後も一体ヨシに何があったのか、レースを振り返っていきたいと思います。いやこれはちょっと心配ですね。きっと風の影響なんかが多いのかなと思いますが、ファイナルリゾートが出てまいりました。オーストラリアマット・ホールは 47.147 秒ノーペナルティーでファイナルこちら優勝となりました。一方ジャパン吉室谷8秒のペナルティーが加算されました。 58.642 秒という結果になっています。いやこれはおそらく何かこうね現場での風の影響だったりとかあったんじゃないかなと思いますが、ちょっとこのジオラマを見ながらいろんな角度で先ほどのレースを振り返っていきたいなと思います。さあともにいい感じでゲート1を通過してスタートするんですが、ここから S 字コーナースタートは良かったように見えるんですけどね、ここで外側のパイロンをヨシが引っ掛けてしまいました。その後も上にふらつくような感じで、ここでさらにトゥーハイパイロンを高く飛んで2回目のペナルティーです。はい、ゲート5でした。要するにパイロンヒットで3秒、ゲート5でトゥーハイが2秒ということで、すでに5秒追加されてしまっているんですよね。はい、マットは綺麗に狙ったコースを帰ってきていますが、ヨシは大きく膨らんだコースで遅れを取っています。はい、さあゲート7、ヨシは安定した次のゲートを狙うんですけれどもね、この辺でもマットは綺麗に狙ったコースですが、ヨシは少し上へ触れてしまった感じに見えますね。マットホール依然としてスムーズなライン取りを決めています。やっぱりヨシの機体が安定していないですよね。そうですね、最初の誤差が大きかったためにその後も合わせるのが大変というような印象を受けます。さあそして VRM ゲート10、マットは綺麗に上がっていきましたが、ヨシはだいぶ横に流されているように見えますね。ここで大きく姿勢を乱してコースアウトです。もう見ている誰もが何かがあったなと思うんですが、やっぱり強い風が急に吹いたとかそういうことなんでしょうか。そうですね、何か予想と違うことが起きたんだと思います。さあマットは綺麗にフィニッシュを決めて、それに次いでヨシが後ろからフィニッシュとなりました。いやマットホールは準々決勝準決勝と46秒台、そして決勝が47秒台ということで、ものすごいタイムを叩き出して、見事優勝となりました。最後のファイナルのタイムは 47.147 ノーペナルティーでした。そしてヨシもやっぱりこういったね、バーチャルに見えるんですけど実際に飛んでるということで、こういったことが影響してくるというのがね ARS-X ちょっと残念ですよね。はい、さあこちらがレースリゾートです。8名で戦った2024年シーズンレース1、レース結果ご覧の通りです。1位はオーストラリアマッホー、2位はジャパン吉室谷、3位はスペインファン・ベラウデ、4位は南アフリカパトリック・デイビスソン、5位はオーストラリアエマ・マクドナル、6位はフランスミカ・ブラジョ、7位はチェコマーティン・ソンカー、そして8位はチェコペトル・コプシュタインでした。さあ大貫さん、レース1の結果がご覧のように出ましたが、はい、マットホール強かったですね。強かったですね。ほとんどの選手が48秒49秒のあたりの勝負だったところが、マットホール46秒台が2回、そして47秒ちょっと前半というのが1回ということで、圧倒的なタイムでしたね。でも本当にどのレースを見ていても、そのヨシのね風の影響があってというようなこともありましたけれども、普通に飛べば本当僅差で戦われるこのエアレース、はい、やっぱりドキドキが、はい毎回毎回止まりませんね。はい、今回パトリック、エマと2人のルーキーがいたわけですけれども、その2人も含めて本当に1箇所だけほんのちょっとしたところで差がつくことはあっても、他の部分は本当に互角、誰が優勝してもおかしくないというような、勝負ばっかりだったんですけれども、そんな中で一つもミスをしないマットホールが勝ったという印象です。
今回このエアレース X ということで、このエアレース X ならではの楽しみというのもこのレースの中にはたくさんあって、例えばジオラマで振り返りながらいろんな角度でね、どういったフライトをしていたかっていうのが見ることができたり、またこういったデジタルでありながらもやはりヨシが今回このように風の影響を受けてしまったというようなところもあるんですけれども、それぞれの場所でリアルに飛んでいるというそのフライトのリアル感っていうのもものすごく感じることのできるレースだったんじゃないかなと思います。そうなんですよね。これはゲームの画面のように一見見えてしまうんですけれども、実際に飛行機が飛んでいてそれぞれの飛行場の風を受けて飛んでいるので、それがフライトの差になってくる、それを画面から読み取れるようなそういう画面だったんじゃないかと思います。また見る角度も自由に変えられるので、いろいろな方向から見ていると飛び方がどうだったのかというのもよく分かりましたね。はい。さあ、こちらは2024シリーズチャンピオンシップポイントスタンディング表となります。シーズン戦となりますので、このポイントが重要となってくるわけなんですが、決勝レースはもちろんですが予選のポイントも大きく今後影響してくるということになりますね。2024年シーズン、次は9月15日日曜日レース2の決勝が行われます。予選ウィークは9月の初旬開始が予定されています。はい、次戦まで3ヶ月ぐらいありますので、各チームとも準備を進めていくと思いますが、エアレース X ならではの作戦を練ってくる、そんなこともあるかもしれないですね。そうなると今回とはまた違った展開にもなりそうで楽しみですね。またエアレース X の最新情報は公式ウェブサイトや公式 SNS をチェックしてください。また各チームの SNS もフォローするとレースをより一層楽しんでいただけると思いますので、ぜひ皆さんフォローしてチェックしてみてください。皆さん最後までストリーミングお付き合いいただいてありがとうございました。解説は宇宙航空ジャーナリスト大貫剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次戦でお会いしましょう。